だからを車中道岡田克也にじみ出る特権意識。落選後に新幹線をグリーン車から自由席に変えた。電気をこまめに消している。秘書を5人から4人にした。などの節約アピールをするも、世間の反応は冷ややかです。一般人はそもそも秘書を雇わずグリーン車も利用しない。イオン創業家一族で金に困るわけがない。いかに無駄な税金が使われていたかよくわかった。国会議員は当選と落選で動かせる資金が7530万円も違います。すべて税金で賄われていた特権です。あなたにはふさわしくないと審判されたわけですよね。特権、国会議員が当選している状態と落選した状態では動かせる資金に年間で約7500万円から8000万円もの壊滅的な乖離が生じます。詳しく見ていきましょう。1、消失する公的リソースの全貌。当選中議員1人を維持するために投入される国費は以下の通りです。落選の瞬間、これらは全てゼロになります。まず、個人の収入面では、年間約1550万円の議員歳費給与が支給されなくなります。これに加えて、最も大きな痛手となるのが月額100万円。年間1200万円支給される調査研究広報滞在費旧文通費です。これは非課税かつ使途報告の義務がない活動の生命線ですが、落選と同時に支給が止まります。人的リソースも失われます。国費で雇用されていた3名の公設秘書の給与年間約2500万円相当の負担がなくなり、秘書を維持したければ全て自費で賄わなければなりません。また、所属政党から支部へ配分される年間約1000万円の政党交付金も、落選によって大幅に減額、あるいは停止されるのが一般的です。さらに、移動の利便性も失われます。新幹線や航空機を無料で利用できるパス年間約500万円相当の価値が消滅するため、岡田克也氏のように地元と東京を頻繁に往復する政治家にとっては、移動費そのものが重い経営圧迫要因となります。このように、落選とは単なる失職ではなく、活動を支える巨大な経済システムが根底から崩壊することを意味します。2、襲いかかる落選直後の支出の正体。無職になった直後、議員時代を基準とした過去の対価が請求され、キャッシュフローを破壊します。住民税と社会保険料の時間差攻撃。住民税、前年の所得約2200万円に対して課税されるため、無職になった初年度に約200万円に150万円の納付書が届きます。国民健康保険年金、任意継続を言っても、上限額年間約100万円超の支払いが求められます。事務所維持と施設秘書のサンクコスト、家賃、議員会館無料から追い出されるため、地元事務所の維持につき2050万円の持ち出しが発生します。施設秘書、岡田氏のように時給制ボランティアへ切り替えない限り、1人雇うだけで社会保険料を含め年500万円以上が必要です。これらを一気に失うわけですが、もともとが特権だったので同情は集まらないわけです。不都合な真実、落選した元国会議員が置かれている苦境に対し、納税者や有権者の立場から冷徹に分析すると、彼らの主張がいかに世間離れしているかという批判的視点が浮き彫りになります。1、金欠アピールの2万。年収2200万円手取り約1500万円を長年得ながら、落選した途端に生活が苦しいと訴えるのは、一般国民の貯蓄感覚から大きく逸脱している。2、活動費税金依存。文通費付き100万円という領収書不要の第2の給与に活動を依存しすぎた結果、自力で資金調達する能力稼ぐ力を失っている。3、パフォーマンスの政治利用。岡田氏の電気を消すグリーン車をやめる人氏は、本来一般人が当然言っている節約であり、それを悲劇のように語る感覚自体が特権意識の表れである。4、身内救済への固執。中道改革連合などが検討する落選者への月40万円支援は、政党交付金税金の身内への横流しであり、国民への背信行為であるとの批判が根強い。岡田氏が4500万円が消えたと嘆くのは、裏を返せばそれだけの巨額の国費税金が、一人の政治家の私的な活動を支えるために費やされていたという事実を露呈させています。落選は単に市場有権者から不要と判断されただけの話であり、倒産した経営者が私財を投じるのは当然の理です。寄付を募る前に、まず自らの高額資産を売却すべきだとの指摘があります。世間の声。1、特権意識と庶民感覚の乖離への批判。最も多く見られた反応です。これまで税金で賄われていたグリーン車や秘書を失ったことを生活が苦しいと表現すること自体が、一般国民の日常を見下している。あるいは特権に浸かりすぎていた証拠であるとする視点です。一般人はそもそも秘書を雇わず、グリーン車も日常的には利用しない。電気をまめに消すという当たり前の節約を悲劇のように語る慢心。無料パス JR パスという特典がなくなっただけであり、自腹で乗るという発想がないことに呆れる。全体の約 40% を占める最大の勢力。2、資産背景と貧乏アピールへの不信感。岡田氏がイオン創業家一族であり、莫大な個人資産株券等を保有している事実を背景とした批判です。本当に生活に困窮しているわけではなく、政治的な同情を買うためのパフォーマンスであると断じる視点です。14万株とも言われるイオン株の配当や売却益があるはずで、生活苦は嘘。中国とのつながりで資金源は他にあるはず。年金で静かに暮らせ。約 30%。3、政治的責任と因果応報論。落選の理由を自身の国会質問台湾有事に関する発言や、
中国への姿勢に求める声です。資金難も生活苦も自らの政治的判断ミスによって招いた当然の結果自業自得であるとする冷ややかな視点です。日中関係を悪化させた張本人が落選して自分の財布の話ばかりしている。落選をたすめショート動画や党の情勢にしている姿勢が有権者の支持を失った根本原因、いかに無駄な税金が使われていたかよく分かった。約 30% 批判の総括。掲示板における有権者の声は岡田氏が提示した4500万円の損失という数字を政治活動の停滞ではなく個人特権の剥奪として捉えています。苦しいという言葉が平均的な年収で暮らす庶民にとっては贅沢な愚痴にしか聞こえないという致命的な共感の欠如が浮き彫りになっています。本質、彼が支持を失った本質的な理由を掘り下げます。1、国益より面子を優先した国会質問。2025年11月、高市早苗首相当時から台湾有事における存立危機事態の答弁を引き出した際、彼はこれを首相の失言として責め立てました。しかしこれが逆に中国を利する行為と移り、国民の怒りを買いました。問題の言動、首相が軽々に武力行使を口にすべきではない。私の質問で日中関係が悪化したと批判されるのは侵害だという主張。厳しさを増す安全保障環境において、抑止力を高める首相の姿勢を失言扱いし、中国側の立場に寄り添うような追及が国益を損なう媚び中姿勢と判断されたため。2、資産家による貧乏仕草のパフォーマンス。落選後に新幹線をグリーン車から自由席に変えた電気をこまめに消しているといった節約エピソードを披露したことに対し、庶民感覚との絶対的なズレが指摘されています。問題の言動、4500万円の活動資金が消え、生活は厳しい、秘書も最低賃金レベルでお願いしているという発信。イオン創業家という圧倒的な資産背景を持ちながら、一般人が日常的に言っている節約を苦労話として語る姿勢が特権階級の偽善的な貧乏ごっこに見え、本当の生活困窮層の反感を招いたため。3、落選の理由をネットのせいにするたすめ思考。自身の敗北について政策や自身の振る舞いへの反省ではなく、 SNS のショート動画やネット上の批判言説情報操作に原因を求める態度です。問題の言動、地元有権者がショート動画の影響をこれほど受けるとは思わなかった。あの国会質問がなければ当選していたという分析。有権者が自分の意思で選別したという事実を認めず、有権者が騙されたと言わんばかりの選任意識が透けて見えるため、自分の非を認めない顔面な姿勢が無党派層の離反を決定づけました。税金、国会議員1人当たりに投じられる公費の総額は年間で約537億円に達します。これはあくまで議員個人の活動に直接紐付くコストの積み上げであり、国会全体の維持費事務局経費や国会図書館の運営費などを含めると、さらに莫大な税金が投入されています。詳細な内訳と全体像は以下の通りです。1、議員全体にかかるコストの試算年間。国会議員の定数は、衆議院465名、参議院248名の計713名です。1人当たりの公費、7530万円。議員総数、713名。合計額、約536億8890万円。2、税金の使われ方の主な内訳総額ベース。全体で使われている約537億円がどのように配分されているか、項目別に概算を出しました。歳費給与約155億円、月額給与ボーナス期末手当、旧文通費約86億円、領収書不要の活動費付き100万円、公設秘書給与約178億円、議員1人につき3名分の人件費、立法事務費約56億円、会派に支給される調査研究費、JR 航空パス約64億円、交通機関の無料利用コストの換算。3、国会を動かすための実質的な総予算。上記の537億円はあくまで議員の活動費です。これとは別に、国会という組織を運営するための予算、衆議院参議院の議員費が存在します。国会運営全体の予算、年間、約1200億1300億円。1日あたりのコスト、約 3.3 億3、5億円。このように、私たちが納めている税金から、毎日3億円以上が国会の維持のために使われています。岡田氏が嘆く消えた4500万円とは、まさにこの巨大な税金の流れから切り離されたことを意味しています。原理主義。もともと岡田氏は原理主義と揶揄されるほど潔癖で、贈り物が届いても開けずにそのまま送り返すほどです。民主党代表時代から一貫して企業団体献金を受け取らない姿勢を貫いています。イオン創業家の一族でありながら、家業の資産を政治活動に流用することを厳しく律しており、あくまで公的な資金と個人の常在の範囲内で活動することに固執しています。世襲も否定していて、自身の子供に地盤を引き継がせないことを明言しており、政治を家業にしないという政治的潔癖さを持っています。そして、余談ですが、岡田氏は無類のカエル好きとして知られています。政治家は落選しても必ずカエルという縁起を担いで集め始めたと言われていますが、殺風景な事務所の中で唯一、大量のカエルの置物だけが並んでいる光景は、彼の潔癖で厳格な性格と奇妙なコントラストをなしています。その岡田氏でさえ浮世離れしたことを言ってしまうわけですから、政治の世界がいかほどか伺えますね。グリーン車をやめるのも、秘書を減らすもの、本来非難されるものではありません。でも、それ、もともとは税金なんですよね。
この潔癖原理主義と言われる岡田氏の浮世離れ、皆さんはどう思いますか？